今回はトーナメントの数を数えて円周率を求めてみるのだ。何言ってるの？トーナメントと円周率が関係あるわけないじゃない。気は確か？変なものでも食べた？今日はいつになく辛辣なのだ。信じられないかもしれないが、トーナメントの数を数えると本当に円周率が求まるのだ。信じてもらうために最初に実際に円周率を計算してみるが、そのためにはトーナメントの数を数える必要があるので、まずはそれを数えるのだ。参加人数が少ない場合に具体的に数えてみると、参加人数を N として N が1の場合は明らかに1つなのだ。これは疑いようがないわね。トーナメントと言えるのかは怪しいけど、 N が2の時もこのようなトーナメント1つだけなのだ。これも疑いようがないわね。 N が3の時はちょっとだけパターンが増えて、左側がシードになっている場合と右側がシードになっている場合の2個になるのだ。確かにこれ以外は思い浮かばないわ。でもこれってくるっとひっくり返すと同じ形になるわ。確かにひっくり返してしまうと同じになるのだが、今回の数え方としてはひっくり返すのは禁止なのだ。基本的には余計なことをせずに同じならば同じ、違うなら違うとみなすが、明確に区別する方法としては左から順番に番号を振って、対戦カードが同じならば同じトーナメント、対戦カードが異なれば違うトーナメントであると判断することができるのだ。今の場合1回戦に2と3が戦うか1と2が戦うかで区別できるのね。でも番号を振ると1回戦で1と3が戦って、その後に2が戦うパターンも考えたくなるわ。でもそうするとトーナメントとは言えない形になってしまうので、このように線をまたぐものは考えないこととするのだ。番号はあくまでトーナメントが異なることを判別するための補助的なものなのだ。つまり普通のトーナメントの形をしているものだけを考えて、判別が難しい場合は番号を左から振ればいいのね。 N が3の場合は1回戦で1と2が当たるか2と3が当たるかのどちらかだけだから、全部で2個しかないことがわかるわ。次は N が4の場合を考えるのだ。4人のトーナメントを組むときは普通はこのようなトーナメントになるが、今回はこのような不釣り合いなトーナメントも考えるのだ。一番左の人が優勝するには全員に勝たないといけないのね。トーナメントの数を数えてみると、1回戦で1と2が当たるパターンはこの2つだけ。1回戦で2と3が当たるパターンは2回戦で1と当たるか4と当たるかの2つだけ。1回戦で3と4が当たるパターンはこの2つだけだけど、真ん中のパターンはかぶっているから合計5個ね。その通りなのだ。そんな感じで N 人のトーナメントの数を数えたいのだが、その前にこれまで話したルールをまとめるのだ。まず左から順に番号を振って異なるものは異なるとする。 N=3 の時に考えたこういうやつのことね。次に線をまたぐようなものは考えない。これも N=3 の時に考えたこういうやつのことね。そして不釣り合いなトーナメントも数える。これは N=4 の時に考えたこういうやつのことね。これらのルールの下でトーナメントの数を数えるのだ。まず N 人のトーナメントの数を Tn と置くのだ。具体的なトーナメントを1つ取り、上から考えると決勝の1つ下は定人のトーナメントと N-K 人のトーナメントに分かれるのだ。例えばこれは1人と3人に分かれるから K=1 で、これは2人と2人に分かれるから K=2 ね。これはさっきのルールのうち線をまたぐようなものは考えないという部分から成り立つのだ。ここで左側が K 人、右側が N-K 人に分かれるようなトーナメントをすべて集め、その総数を考えると、左のパターンは TK 個、右のパターンは T の N-K 個あるので、その数は TK×TN-K になるのだ。2つのトーナメントを比べた時、左のトーナメントと右のトーナメントがそれぞれ完全に一致すれば、全体として同じなのは明らかで、どっちかのトーナメントがちょっとでも違えば全体としても違うから、それぞれの数をかけた値になるのね。 Tn はこれを K が1の場合から N-1 の場合まで足せばよく、よって
この等式が成り立つのだ。思ったより綺麗な関係が成り立つのね。細かいことを言うと N が1の時は2つのトーナメントに分かれないので N は2以上として T1 は最初に計算したように1としておくのだ。これを使って T2 を計算すると T1×T1 となり、これは1になるのでさっきの計算と一致するのだ。 T3 はこのようになり両方1なので2となり、 T4 はこのようになりこの部分は2、この部分は1なので合計母となりさっきの計算と一致するのだ。これを繰り返していけば Tn が具体的に計算できるのね。トーナメントの数が計算できたということは円周率が求められるはずだけど、それはどうやってやるの？実はこのような極限を考えるとこれが円周率に収束するのだ。円周率の正しい値を左に置いておいて実際に計算してみるとこのようになるのだ。 N が1000でやっと 3.14 って計算が大変そう。それはともかく円周率に収束しそうというのは分かったわ。ということでここからはこの極限が本当に円周率に収束することを証明していくのだ。その前に数学的な背景について少し補足しておくと Tn は型乱数と呼ばれているものなのだ。正確には型乱数はこのように定義されるもので添え字の和が n-1 となるペアの積を足し合わせたものだが Tn とは添え字が1だけずれているのだ。そしてトーナメントの数以外にも型乱数はいろんなところに現れるのだ。この動画の最後におまけとしてその例をいくつか紹介するのだ。まとめると、まずこの極限が円周率に収束することを示し、その後再び円周率の計算をし、最後におまけとして型乱数が現れる例を紹介するのだ。ただ極限が円周率に収束することを示すには Tn をもう少し分かりやすい形に変形する必要があるので、その準備として Tn と Tn 足す1の関係を示すのだ。それでは Tn と Tn 足す1の関係について調べていくのだ。そのために N 人のトーナメントから N 足す1人のトーナメントを作る方法を考えてみるのだ。例えばこのようなトーナメントがあった時、縦の線を適当に選んでこのように足を生やすと1人増えたトーナメントが出来上がるのだ。他にも例えばこの縦線から右に生やすとこのようなトーナメントが出来上がり、左に生やすとこのようなトーナメントができるのだ。ということはこうやって作られるトーナメントの数を数えていけば Tn と Tn 足す1の関係が求められるのね。と思うかもしれないが少し事情が複雑なのだ。例えば一番上に生やす場合は右と左でそれぞれ異なるトーナメントができるが、右下の縦線に生やす場合は右と左で同じトーナメントができるのだ。それにこちら側のトーナメントに着目すると、これは別のこのようなトーナメントのここに足を生やしても出来上がるので、どれがどれに何個ずつ対応するのかということが分かりにくいのだ。そこで少しトリッキーな方法だが、トーナメントにうまく印をつけることでトーナメントの対応を分かりやすくするのだ。印をつける？どういうこと？具体的には N 人のトーナメントには縦線のどれか一つに右矢印か左矢印をつけるのだ。なんか変な印のつけ方ね。なぜこのようなものを考えるのかは後で説明するが、その前にまずは印をつけたトーナメントが何個あるかを数えるのだ。そのために縦線の数を数えると、一番下から伸びているものは選手が N 人なので N 本、他の縦線は1試合ごとに1本伸びていて、1試合ごとに選手が1人減り N 人の選手が最終的に1人になることから、試合数は N-1 試合、つまり緑の縦線も N-1 本あるのだ。よって縦線は全部で 2N-1 本あるのだ。そして縦線のどれか一つに左矢印か右矢印をつけるので、印をつけたトーナメントの数は全部で Tn の 2N-1 倍の2倍あるのだ。縦線が 2N-1 個で印が左と右の2個ずつだからその2倍なのね。一方
N+1 人のトーナメントの方は選手に印をつけるのだ。さっきと比べてかなり単純なのね。この印の付け方はトーナメントにつき N+1 通りなので、こっちの印付きトーナメントは TN+1 の N+1 倍あるのだ。あとはこれらが同じ数だけあることを示したいのだが、どちらも印付きトーナメントと呼ぶのはややこしいので、矢印がついている方は矢印付きトーナメント、丸がついている方は丸付きトーナメントと呼ぶことにするのだ。同じ数あることを示すには、矢印付きトーナメント1つに対して丸付きトーナメントが1つ対応し、逆に丸付きトーナメント1つに対して矢印付きトーナメント1つが対応することを示せばよいのだ。まず矢印付きから丸付きへの対応は、矢印の方向に足を伸ばして足の先端に丸をつけるのだ。そうするとこのような丸付きトーナメントが得られるのだ。矢印が左向きの場合は同様に足を伸ばして丸をつけると、今度は丸のつく場所が異なるので、これはさっきのものと異なるのだ。これってさっき違う作り方なのに同じものができてしまうって言ってたやつね。印がないと同じものになるけど、印があるおかげで区別できるのね。他にも、例えばここに左向きの矢印がついている場合は、矢印の方向に足を伸ばして先端に丸をつけて、このような印付きトーナメントが得られるのだ。矢印付きから丸付きへの対応は足を生やして丸をつければいいのね。逆に丸付きから矢印付きへの対応は、丸のついた足を縮めてこのようにし、足がついていた縦線に足があった方向を向いた矢印をつけて、このような矢印付きトーナメントを作るのだ。左側のやつなんか見覚えあるわね。そうなのだ。左の矢印付きトーナメントはついさっき右の丸付きトーナメントを作るために使ったものなのだ。そして左側のトーナメントに再び足を生やして丸をつけると、今度は右側の丸付きトーナメントに戻り、この対応は互いに逆になっていることがわかるのだ。印の位置を変えてもう一度試してみると、このように縮めてこのような矢印付きトーナメントが得られ、逆にこのように足を生やすと元の丸付きトーナメントが得られるのだ。ということは右から始めて左に行って右に行くと元に戻るのね。そうなのだ。逆に左から始めて右に行って左に行っても元に戻るのだ。これは矢印付きトーナメント1つに対して丸付きトーナメントが1つ対応し、逆に丸付きトーナメント1つに対して矢印付きトーナメントが1つ対応することを意味し、よって下の等式が成り立つのだ。これで Tn と Tn+1 の関係が分かったが、もう少し計算すると Tn を n の式で表すことができるのだ。下の等式を Tn+1 について整理すると、このような全化式が得られるが、分子分母を n 倍してこのようになるので、この部分の n=1 までの積を取ると 2n の階乗になり、分母は n の階乗 ×n+1 の階乗になるのだ。t1 は1だったので、これで tn+1 を求めることができたのだ。さらに n+1 分の1を前に出すと、この部分は異なる 2n 個のものから n 個を取る組み合わせの数に等しいので、このように表すことができるのだ。思ったより綺麗な形で表されるのね。そうなのだ。ただこの後で使うのはこの部分だけなので、後ろの部分は忘れて問題ないのだ。ここまで計算してきたけど円周率が出てきそうにないわ。本当に円周率に収束するの？ここまでだとそう思うかもしれないが、ウォリスの公式というものを使うと円周率に収束することがわかるのだ。ウォリスの公式というのは Wn をこのように置いたとき、n の無限大への極限が2分の π に収束するというものなのだ。なぜこの公式が成り立つのかは過去に別の動画で紹介しているので、詳しく知りたい人はその動画を見てほしいのだ。さらに過去動画ではこのような円周率の不等式も示していて、後でこれを円周率の計算に用いるが、今は必要ないので一旦消しておくのだ。 Tn と円周率の関係を示す前に、まず Wn を扱いやすい形に整理するのだ。Wn の分子はこのように
偶数の2個ずつの積になっているので、見えぬまでの偶数の積をこのように表すことにすると、分子はこのように表すことができるのだ。一方分母はこのように見えぬ引く1までの奇数が2個ずつあるので、見えぬ引く1までの奇数の積をこのように表すと、見えぬ引く1までの部分はこのように表されるのだ。あとはこの部分が残っているので、ここはそのままにしておくのだ。この式をこの部分について整理すると、見えぬまでの偶数の積割る見えぬ引く1までの奇数の積はこのように WN を用いて表すことができるのだ。これで WN を扱いやすい形に変形できたので、次は TN について考えるのだ。TN はさっき示したことからこのような関係が成り立ち、これを N=1 まで展開するとこのようになるのだ。一応確認すると、2の N 乗はこの部分が N 個あることから正しく、この部分は奇数が 2N-1 から1まであることから正しく、この部分は N+1 から2までの積なので正しいのだ。ここで分子分母に2の N 乗をかけて分母を少し整理するとこのようになり、この部分は2を N の階乗のそれぞれの成分に振り分けると見えぬまでの偶数の積になるので、このように表されるのだ。するとこの部分はさっき計算したこれの逆数なので、これで置き換えるとこのようになるのだ。これで Tn+1 を Wn で表すことができたが、逆に Wn について整理するとこのようになるのだ。あとはこの式とウォリスの公式を使って冒頭で話したこの値が円周率に収束することを示すのだ。下の式を適用できるように変形すると、まず下の式の2倍をまとめて、この部分を余計にかけたのでその逆数をかけて、あとはこの部分が残っているのでこれを分母に追加して、これで等式が成り立つのだ。式の前半部分は 2Wn に一致し、後ろの項は分子を N や 2N で割ってこのようになるのだ。するとこの部分は1に収束し、ウォリスの公式から 2Wn は π に収束するので、全体としても π に収束するのだ。本当に円周率に収束するのね。でもウォリスの公式って円に関係あるような感じがしないから、それを使って示されてもあんまりすっきりしないわ。確かに見かけ上はそう感じるかもしれないが、実はウォリスの公式自体が円の面積を求めるために考えられた公式なので、決して円と無関係ではないのだ。ウォリスの公式について解説した過去動画は概要欄に載せておくので、詳しくはそちらを見てほしいのだ。さて、それでは実際に円周率を求めようと思うが、これが円周率に収束するということだけでは円周率の計算には不十分なので、円周率を計算するための不等式を求めるのだ。ウォリスの公式の動画でこのような不等式を示しているので、この式の Wn に下の式を代入して、左辺はこのようになり、右辺は 2n+1 が約分できてこのようになるのだ。これで Tn を用いて円周率を求める不等式が得られたが、このままではウォリスの公式と同じなのと、式の形が複雑なので少し綺麗な形に変形するのだ。ここの n+1 を n に置き換えると全体として大きくなるので、このような不等式が成り立ち、左辺のこの部分を n+1 に置き換えると全体として小さくなるので、このような不等式が成り立つのだ。これで収束はちょっと遅くなったが式の形が綺麗になったのだ。それではこの公式を使って円周率を計算してみるのだ。円周率の正しい値はここに書いておいて、結果はこのようになるのだ。N が10倍になってやっと1桁精度が上がるのね。計算はかなり大変そうだわ。ちなみに T100 の値を計算するとこんなに大きな値になるようで、実際にトーナメントを書いて円周率を求めようと思うととんでもないことになるのでおすすめはしないのだ。それでは最後におまけとして、トーナメントと同じく型乱数が現れる例を4つ紹介するのだ。ただ詳しく話すと長くなってしまうので、
細かい計算は省略することがあるのだ。まず1つ目はカッコの付け方なのだ。カッコの付け方ってどういうこと？例えば4つの記号の列 A1、A2、A3、A4 があったとき、最初に A1、A2 をくくってそれと A3 をくくる付け方や A1 と A2 をくくって A3 と A4 をくくる付け方など、他にもこんな付け方があるのだ。トーナメントよりは数学っぽいわね。これがトーナメントの数と関係あるの？実はカッコの付け方は直接的にトーナメントと対応させることができるのだ。例えばこれの最初のカッコにこのようなトーナメントを対応させ、外のカッコにこのようなトーナメントを対応させ、最後にこのようにして4人のトーナメントができるのだ。他のものも同様にしてトーナメントが対応し、カッコの付け方の数はトーナメントの数に一致するのだ。次に紹介するのは多角形の三角形分割の数なのだ。例えばこのような多角形があったとき、このように頂点を結ぶ対角線を引いていくと多角形は三角形に分割されるのだ。ただし対角線同士は交わらないように引くこととするのだ。三角形分割の仕方は他にもこのようなものがあるが、分割の仕方の数が実は型乱数になるのだ。SNON 角形の三角形分割の数としてその数を数えてみるのだ。まず S3 は三角形は分割しようがないので1としておくのだ。次に N+2 角形の三角形分割の数を計算するために頂点に1から N+2 までの番号を振るのだ。この時分割の仕方から N+1 と N+2 を頂点に持つ三角形は一つの三角形分割に対してただ一つ存在するので、その残りの頂点がどこにあるかで三角形分割を分類することができるのだ。その頂点を形と置いて形ごとに分割の数を数えるのだ。形よりも右側の分割は頂点が形足す1個あるので、分割の仕方は S の形足す1個あるのだ。左側は頂点が形から N+1 まであるので N+2 引く形角形であり、三角形分割の仕方は SN+2 引く形個あるのだ。形が1の時と N の時は例外なので後で考えるとして、形についての2から N-1 までの和を取るとこのようになるのだ。あとは形が1の時と N の時だが、形が1の時は残りの部分は N+1 角形なので SN+1、形が N の時も同様に残りの部分は N+1 角形なので SN+1。 よって右の式に SN+1 を2個足せばそれは SN+2 に一致するのだ。二角形というものは存在しないが S2 を形式的に1と置けば一つの級数の形に表すことができ、添え字は少しずれているが添え字の和が一定になる組の積を足し合わせているので、これは型乱数と一致するのだ。これはトーナメントと関係なさそうだけど同じ数が現れるのね。次は平面上の格子点をたどる最短経路の数なのだ。ここで格子点とは X 座標も Y 座標も整数である点のことなのだ。左の図の直線が交わる点を格子点とし、左下の点を 0,0、右上の点を N,N とすると 0,0 から N,N までの経路はこんなものやこんなもののように上か右にだけ進めば最短になるのだ。最短経路のうち対角線を上に越えないものの数が型乱数になるのだ。対角線を上に越えないって踏むのはいいの？踏むのは OK なのだ。今画面に出てるものはダメだがこれは OK なのだ。 TN を最短経路のうち対角線を上に越えないものの数と置くと TN は型乱数になるのだ。経路は最初に対角線と交わる点で分類することができるので、それぞれを計算して足し合わせることで TN を求めるのだ。まず対角線と一度も交わらない経路の数は最初に右に進んでその後青い線を上に越えずに最後に上に進む経路なので、このように範囲を狭めて考えると経路の数が Pn-1 に等しいことがわかるのだ。次に1コンマ1を通る場合もここから N コンマ N までの経路は Pn-1 に等しいのだ。
K コンマ K で初めて対角線と交わる経路は K までは対角線に交わらないので PK-1K からは PN-K なのでその積の PK-1×PN-K と折りあり K を2から N-1 まで足すとこれが PN になるのだ。ただし実は N=1 の時はこの式は成り立たないので注意するのだ。 P1 は下を通る経路だけだから1ね。さらに形式的に P0 を1と置くとこのように一つの級数で表され PN が過多乱数になることがわかるのだ。最後の例は1次元のランダムウォークなのだ。このような直線を考え原点から開始して1秒ごとに確率 P で右に確率 1-P で左に行くとするのだ。この時 2n 秒後に初めて原点に戻る確率を考えるとさっきの交視点の経路の上に行く代わりに左に行くこととすれば点の動きのパターンは対角線を通らない経路の数と同じなので確率はこれで与えられるのだ。前に2倍があるのは最初に右に行く場合と左に行く場合で2つあるからなのだ。よって少なくとも一度原点に戻る確率はこれの和を取ってこれで与えられるのだ。ここでは説明しないが実はこれは計算することができてこのような値になるので P が2分の1の時は確率が1となることがわかるのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。内容の補足と計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が少しでも面白かったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。